クロスボーンヴァンガードとは、宇宙世紀王156に複合企業集団ブッフォコンツェルンが設立した施設軍隊です。彼らはコスモ貴族主義を掲げ、連邦系モビルスーツやジオン系モビルスーツとも違う、独自開発された第2期モビルスーツを使用し、コスモバビロニア建国戦争などで多大な戦果を上げています。その性能は、当時連邦軍で正式採用されていたモビルスーツをはるかにしのぎ、新たな時代の幕開けを予感させました。今回は、そんなクロスボーンヴァンガード系モビルスーツの中でも、機動戦士ガンダム F91 の時代である O123 を中心に活躍したモビルスーツの系譜について解説させていただきます。施設軍隊クロスボーンヴァンガードを設立したブッフォコンツェルンは、シャンホルスト・ブッフォによって創設されました。宇宙世紀0055、シャンホルストは、10代にして、ブッフォコンツェルンの前身となるジャンクやブッフォジャンクインクを開業し、たった10年ほどで、裕福な生活を手に入れるなど大きな成功を収めています。一方で、ジャンク屋として生活する中で目にしたデブリの数々から人々の環境に対する無関心さを痛感。また、巨大になりすぎた連邦の政治に対する不信感などから、社会は高い能力と高貴な精神を兼ね備えた人間が支配するべきという理想を抱くようになります。これが、後に息子であり、セシリーの祖父にあたるマイッツァードナへと受け継がれ、コスモ貴族主義へと発展していくことになります。そして、シャンホルストは、この理想を実現するため、企業を大きくする裏で、施設軍隊設立の準備を進めていきます。0081には、優秀な兵士を育成するため、職業訓練学校を隠れ蓑とした、軍学校、士官学校を設立。O106には、職業訓練学校から優秀な人材を集めた特殊学校と称して、クロスボーンヴァンガードを設立しました。これに合わせて、シャンホルストは本格的なモビルスーツ開発に取り掛かります。その際に、ベース機や技術として生かされたのが、クロスボーンヴァンガード以前に創設された私兵集団、バーナムの森で運用されていた、ガンダム AN01 トリスタン、ジェガン、バイアラインゾルデのデータでした。OVA および漫画、機動戦士ガンダム、トワイライトアクシズでは、アクシズにおいてサイコフレームをめぐって、連邦軍の特殊部隊と交戦するなど、歴史の裏で暗躍していたバーナムの森ですが、彼らの真の目的は、ブッフォコンツェルンがモビルスーツ開発に乗り出すためのベース機や、技術の入手、運用データの収集にあったのです。こうして、10年以上にわたって収集したモビルスーツ技術をもとに、ブッフォコンツェルンの航空機部門、ブッフォエアロダイナミックス社が、初めてクロスボーンヴァンガード系モビルスーツとして開発した機体がデッサタイプとなります。これは、すべてのクロスボーンヴァンガード系モビルスーツの始祖となる機体で、本機をベースに、白兵戦仕様、指揮官仕様、偵察仕様と、戦略に合わせたモビルスーツの開発が行われていくことになります。本機最大の特徴として、ジェネレーターが機体の外に配置されています。そのため、ジェネレーターを内包するバックパックが、背部に突き出した独特なシルエットを有しています。かつてのモビルスーツは、基本的に、ジェネレーターを機体本体に内蔵する形になっていましたが、機体外部に配置することにより、出力を機体各部へ分散させ、高出力を維持しながらの機体の小型化を実現しました。なお、後のクロスボーンヴァンガード系モビルスーツでは、さらに高出力の新型熱攪拌濃炉が搭載されていますが、本機の開発時点では、アナハイムエレクトロニクス社から調達したものを使用していたようです。また、頭部には、ゴーグル型のハイブリッドセンサーを採用しています。これは、距離や立体的な解析能力に優れ、物合いの数倍の能力を有していたとされています。これらの優れた技術は、クロスボーンヴァンガード製モビルスーツの標準装備として採用され、デッサタイプをベースとして、デナンゾンなど初期クロスボーンヴァンガード製モビルスーツが開発されていきます。なお、ブッフォコンツェルンが独自にモビルスーツ開発を進められたのは、連邦による支配体制が弱まっていたことも大きく関係しています。宇宙世紀O100にジオン共和国の自治権が放棄されたことで、連邦軍は一年戦争から続く戦乱の終結を宣言。これを受けて連邦政府は宇宙移民者とコロニーの管理を最低限にとどめ、一気に軍備削減を推し進めていきました。その結果、連邦軍も次第に各コロニーの査察や防衛を軽視するようになります。一方で宇宙移民者は反連邦思想から独自に軍事力を高めていくのですが、弱体化した連邦軍は
新たな戦いの火種を抑えるどころか、発見することもできなかったのです。こうして、連邦による支配体制が形骸化していく中で、ブッフォコンツェルンは、デッサタイプの開発で培われた技術とデータをもとに、多くのクロスボーンヴァンガード系モビルスーツの開発を行ったのでした。ここからは、実際に開発されたモビルスーツについて見ていきたいと思います。まず、XM01 デナンゾンについてです。第2期モビルスーツとしては、初期に開発された機体で、格闘型に区分される接近戦重視の主力機となります。本機は、コスモガビロニア建国の初期戦略に掲げられたフロンティアサイド制圧のため、コロニー内戦闘に特化した設計が施されました。そのため、クロスボーンヴァンガード製モビルスーツの中では、最初期に完成した機体ながら、ガンダリウム合金に匹敵するチタン合金廃セラミック複合材を採用し、優れた運動性能と格闘戦能力を持つなど、連邦のジェガン系とは一線を画す性能を誇っています。本機で確立されたクロスボーンヴァンガード製モビルスーツとしての特性は、戦力整備に大きく貢献しました。武装としては、コロニーに被害を及ぼさないことを想定したものが採用されているため、敵機を爆発させずに攻撃することを想定して、ヘビーマシンガン2門を搭載したショットランサーを主兵装に、ビームサーベルとビームシールドが搭載されています。そんなデナンゾンは、クロスボーンヴァンガードの初期の機体ではあるものの高い完成度を誇るため、様々な部隊に配備されており、多くのカスタム機が存在しています。まず、ザビーナ・シャルが率いる黒の戦隊に所属したデナンゾンです。同大隊の統一カラーである黒と紫に塗装されている以外は、一般機と変わらないとされています。フロンティア1制圧作戦に参加したほか、ベラロナの練習機としても運用されていました。続いてダークタイガー隊所属機です。こちらは漫画シルエットフォーミュラ91に登場した機体で、シェルフ・シェフィールド率いるダークタイガー隊に配備されていました。同隊の統一カラーである赤色に塗装されているほか、クロスボーンヴァンガード所属機であることを隠蔽するため、頭部にモノアイ風のバイザーが装着されています。また、装備しているショットランサーも試作品で、訓練用にゴムの穂先を装着していました。続いてデスガンズ隊所属機です。本機は漫画フォーミュラ91の亡霊にて登場しました。ガンマッド少佐が率いるデスガンズ隊に配備された機体で、隊長機の頭部両側にデナンゲーと同型のブレードアンテナが搭載されているのが特徴です。フロンティア1の制圧作戦にて投入されましたが、クラスターガンダムと交戦し破壊されています。次にロンスタン専用機です。漫画ガンダム F91 プリクエルに登場した機体で、黒の戦隊に所属する双子のパイロットロンとスタンの専用機となっています。肩アーマーと武装の配置が左右非対称になっている点が特徴で、左利き用の機体がスタン専用機とされています。このように軍用として多くのカスタム機が登場するデナンゾンですが、ガンダム F91 の世界で活躍する以前には民間用カスタム機も存在しました。それがデナンタイプです。本機は軍用モビルスーツであるデナンゾンの隠れ蓑として開発された作業用モビルスーツです。本機はブッホエアロダイナミクス製のモビルスーツとして宇宙世紀 O115 に量産計画が発表され、 O121 にはモビルスーツショーに出展されました。このショーに出展するためにすでに開発が進んでいたデナンゾンを改装、ジェネレーターをデチューンし、デュアルセンサーをゴーグルで覆い、腕部を作業用トーチに換装するなど隠蔽工作が図られています。つまりデナンタイプはデナンゾンの隠蔽のためにデモンストレーション用のデチューンを施した機体となります。漫画機動戦士ガンダム F91 プリクエル第9話では、初期のデナンタイプと思われる機体が登場しており、マイッツァーから出来が良すぎて目立つと指摘されているので、ここからさらにデチューンしてモビルスーツショーに出展した機体が設定画のデナンタイプなのだと考えられます。なお、ブッホ社は本機の量産を名目に他社からの部品調達に成功し、クロスボーンヴァンガードのモビルスーツ生産に転用。さらに本機の貸し出し先から収集できた実動データも軍用モビルスーツにフィードバックされたようです。その他にもデナンゾンはその基礎性能の高さから後年にも使用される姿が確認できます。それがケトルゾンです。こちらは漫画クロスボーンガンダムダストに登場した機体で、デナンゾンをベースに
ジャンドーバン専用のカスタマイズが施された機体とされています。頭部は外付けセンサーに交換され、両肩のスパイクアーマーもザク2と同型のものに変更するなど、独自のカスタムが行われています。また、ベース機の近接特化というコンセプトを踏襲して、ヒートサーベルと並列重心マシンガンの複合兵装であるソードガンや、長弾性能が高いポッドシールドを装備するなど、近中距離戦に特化した調整がされています。このように、長年愛されることになるレナンゾンをベースに、クロスボーンヴァンガードは、白兵専用、偵察用、指揮官機用と、戦略に合わせた機体の開発も進めていきます。まず、XM02 デナンゲーについてです。本機は、デナンゾンと同じく、白兵戦仕様のモビルスーツながら、デナンゾン以上に汎用性を重視した一般兵用の機体とされています。本機は、クロスボーンヴァンガード製モビルスーツの多くが装備するショットランサーを装備しておらず、バランスの取れた性能を追求し、ビームライフル、剣部3連グレネード、ビームサーベルなど、一般的なモビルスーツが持つような標準的な兵装を搭載しています。本機は、デナンゾンが近接戦闘を展開するための支援機としての運用が想定されていましたが、その汎用性の高さから、戦闘後の残敵操作や情報収集に駆り出されることも多々あります。また、主に一般兵用の機体として開発されたものの、その性能の高さから士官クラスが登場することもありました。本機もデナンゾンと同じく、その扱いやすさからカスタム機も多く存在しています。まず黒の戦隊機です。同部隊に所属したデナンゲーと同様に、黒と紫のカラーリングが施された黒の戦隊専用機で、ベラロナの護衛を務めたボブルズなどがパイロットを務めていました。また、ザビーネが上機であるベルガギロスを損傷させた際、胴体カラーに塗装したデナンゲーに登場しています。次に、ダークタイガー隊専用機です。漫画シルエットフォーミュラ91に登場した機体で、ダークタイガー隊に配備されていたデナンゲーとなります。胴体のデナンゾン同様、機体色が赤系のカラーリングに塗装されていますが、性能や装備は一般的なデナンゲーと変わらないようです。作中では、ブレイウッド隊と交戦するものの、シルエットガンダムとハーディガン2機が撃墜されました。このように、多くのカスタム機も運用されたデナンゾンとデナンゲーですが、漫画クロスボーンガンダムでは、コスモガビロニア建国戦争の末期に開発された後継機、ゾンドゲーが登場しました。こちらは、さらなる小型化を目指して開発された機体ですが、無理に小型化を図った結果、性能の向上は見られず、ただ小さくなっただけの機体とされています。宇宙世紀王133では、すでに旧式化しているものの、宇宙海賊クロスボーンヴァンガードの懐事情が苦しかったため、やむを得ず運用されていました。次に、指揮官仕様について見ていきます。まず、XM04 ベルガダラスです。本機は、指揮官用モビルスーツに分類されるベルガタイプの第1弾として開発された機体です。デナンゾンと同様に、レッサタイプの設計がベースですが、指揮官機に必要とされるジェネレーター出力は、デナン系と想定以上に差が大きかったため、新たに、ベルガタイプというカテゴリーが作られました。また、ロナ家を中心とする貴族階級が一般兵と差別化したモビルスーツを要求したという説もあります。ベルガダラスは、片側3機2組のシェルフノズルと呼ばれる可動式スラスターを追加したことで、高い機動性と運動性を誇ります。ただし、その分、デナン系に比べてピーキーに調整されており、操縦には高い技術が要求されます。そのため、指揮官の中でもエース級の腕前を持つパイロットが登場しました。武装は、腕部固定式のショットランサー、ビームサーベル、ビームシールドと、デナンゾンと同じようなシンプルな構成となっています。また、指揮官機として、ミノフスキー粒子散布下でも命令を伝達できるようにするべく、可電粒子ビームを照射するビームフラッグが背部に装備されました。劇中では、主に、ドレベロナの専用機がフロンティア1偵察などで活躍しています。続いて XM05 ベルガギロスについてです。ベルガダラスと同じ指揮官用モビルスーツとして開発された機体で、構成するパーツの多くを共有する一方、不必要なアポジモーターの排除など軽量化を図った回収機となります。背部のシェルフノズルも、より機能的な回収が施され、片側あたり3機から4機になり、さらに出力自体も向上したので、より優れた機動性と運動性を獲得しています。劇中では、ノズルを各個に分散して、
ミサイルのような兵装として使用するシーンも見られました。また、対モビルスーツ戦を想定して、センサー系や通信系が強化されたので、結果としてベルガダラスを上回る高性能機として完成しました。そのため、エース級のパイロットへ優先的に配備されたようです。武装構成は、ベルガダラスから変更されていませんが、ショットランサーが固定式ではなく取り外し式になったので、取り回しが向上しました。作中では、黒の戦隊を率いるザビーネの愛機として登場。フロンティア1で、アンナマリーのダニールスと交戦して撃破しています。そんなベルガギロスのカスタム機としては、まずパワードウェポンタイプが存在します。F91 モビルスーツバリエーションに登場した機体で、ベルガギロスを対艦用の爆撃機としてカスタムした機体です。モビルスーツバイブルなどでは、ベルガギロス武装強化型とされています。ベルガギロスからの変更点として、まず、脚部に戦艦を一撃で撃沈し得る対艦用ミサイルを装備しています。また、背部のバックパックが大水力のブースターパックに換装されています。こちらは、航続距離を伸ばすだけではなく、衛星攻撃を目的としたアンチサテライトウェポンミサイルが内蔵されています。次にジレクリューガー専用機についてです。ジレといえば、ガンダム F91 の作中で、ザビーネからラフレシアについて聞かれた際に、私は感知していないと貫いて殺された人物。そんな本機は、ゲーム UC エンゲージに登場した機体で、ジレクリューガー大佐専用の機体として、左肩には、レリーフが刻まれた追加装甲へ換装され、各部に触手などを模した装飾が追加されました。元はジレ自らが率いる部隊カラーで塗装して、青の部隊として運用する予定でしたが、ジレが死亡したため、バグ稼働の問題点検証機として使用されることになった機体です。そのため、機体の両肩にバグを再利用したホップバグを搭載し、親バグと子バグのコントロールの一部をモビルスーツパイロット下に置くことで、戦略性を高める運用方法が考案されたとされています。続いてベルガバルスについてです。本機は、漫画シルエットフォーミュラ91に登場したベルガギロスの改良機です。ベルガタイプの最終形にあたる機体で、すべての面でベルガギロスを上回る性能を誇ります。シェルフノズルがビギナギナの衣装も取り入れたようにも見えるウイング型に変更されていて、ジェネレーター出力やスラスター推力も強化されたため、高い機動性を誇ります。また、武装面では、腕部着脱式ではなく、携行式に変更されたショットランサーを持ちます。こちらは、ヘビーマシンガンにバナナ型マガジンを外装する構造になっています。作中では、ダークタイガー隊のチームカラーに塗装された赤色の機体が登場し、主にシェルフ・シェフィールドの愛機として活躍しました。ここからは、偵察仕様のモビルスーツについて見ていきたいと思います。まず、XM03 エビル S についてです。クロスボーンヴァンガードが正式採用した第2期モビルスーツの中で、初の偵察型モビルスーツにあたる機体となります。ベッサタイプを原型としながらも、デナンゾンよりも、さらなる小型化がされており、高度な情報収集、分析能力を備えています。その性質上、主に、格闘型、戦闘型のモビルスーツと合わせて運用される機体ですが、様々な戦況に対応できるよう、多数の武装を備えています。そのため、武装面では、ショットランサーやビームサーベルに加えて、剣部3連グレネードラック、ビームスプレーガン、4連ショットクローといったものが搭載されています。ただ、偵察時に必須となる電子機器への影響を考慮して、ビームシールドが採用しておらず、代わりに装甲板式のシールドが装備されました。また、ミニ剣部には、専用の偵察ポッドが搭載されています。機体から分離して情報を収集する自走式偵察呼機で、入手した情報は、母機、隊長機、両機への共有と分析が可能です。作中では配備数は少ないものの、様々な部隊で配備されている様子が確認できます。そんな本機も、他機体同様、部隊のチームカラーが施された機体も多く存在します。F91 の劇中では、黒と紫に塗装された黒の戦隊機が登場。シルエットフォーミュラ91では、ダークタイガー隊で運用された赤色のダークタイガー隊機などが存在しています。次に XM06 ダニールスについてです。エビル S の発展機で、指揮官用偵察型モビルスーツという特殊な位置づけの機体となっています。偵察型モビルスーツとしての総合性能はエビル S を凌駕しており、
デナン系モビルスーツ5から6機分に相当する領域探査が可能なほどの情報処理能力を持ちます。また、基本設計はベルガダラスがベースなので、モビルスーツとして高い戦闘力を誇っています。通常、クロスボーンヴァンガードのモビルスーツは、別系統の機体との混成で部隊を編成しますが、ダギールスは、その特殊な開発経緯から、作中では、本機とエビル S2 機の合計3機での偵察戦隊でのみ、運用されていました。基本的に、エビル S か次機が得た情報を分析、解析することで、あらゆる状況に対応可能とされています。武装としては、エビル S と同様に、伝送機器への干渉を考慮した実体式のシールドを装備。その他の装備は、ビームサーベル、ビームライフル、腹部3連拡散ビーム砲と標準的なものになります。作中では、アンナマリー偵察戦隊の隊長機として登場。アンナマリーが連邦へと投降したため、カラーリングが変更され、連邦軍機として戦います。しかし、ザビーメのベルガギロスとの戦闘で撃破されています。そんなダギールスは F91MSV においてカスタム機としてパワードウェポンタイプが登場しています。レーダー強化のためバイオコンピューターが搭載されているほか、偵察距離を延長するため3機のノズルを持つスラスターユニット、背部にプロペラントタンク兼アンバックユニットを備え、大幅に推力が強化されました。ただし、余剰電力を探査用の機材に回しているため、ビームライフルの携行ができなくなっています。次に XM07 ビギナギナについてです。本機はダギールスをベースにベルガ系モビルスーツの技術を結集して開発された高級士官用の試作型モビルスーツとなります。最大の特徴は背部にシェルフノズルの発展系であるフィンノズルを8機搭載している点にあります。各スラスターが360度方向に独立稼働することで、ガンダム F91 にも匹敵する高い機動性を発揮する上に、ジェネレーターに直結しているため、エネルギーロスを少なく稼働させることが可能です。元は、フロンティアサイド進行以降の戦況を見越して、デナンタイプやベルガタイプに代わる新型モビルスーツとして開発されたものの、内部分裂でクロスボーンヴァンガードが瓦解したため、生産機数はごく少数にとどまりました。作中では、ベラロナの専用機として与えられましたが、ベラが連邦軍へ投降したことで、以降は連邦軍機としてガンダム F91 と共に戦っています。しかし、ラフレシアとの戦闘で、中波、その後、F91 がラフレシア攻略のため、本機の残骸を狙撃したことで爆散しました。そんなビギナギナですが、カスタム機として、モビルスーツハンドブックではベラロナスペシャルが登場しています。全身が赤色に塗装されているほか、金の装飾が施され、ゴーグルは実戦仕様の丸メガネタイプのデュアルアイを採用しているのが特徴です。続いて、ガンダムマガジンナンバー5に登場したビギナギナ2についてです。こちらは、ビギナギナをベースに、コスモガビロニア建国戦争でブッホ・ポンツェルンが入手した F91 のデータを用いて開発された機体です。頭部がガンダムタイプ風のものに変更され、背部のノズルがシェルフノズルからベスバーのような形状をしたウィングノズルへ、剣部にもショルダーフィンが設置されるなど、F91 を思わせる見た目へと改修されました。武装面では、ビームライフル、ビームサーベル、ヘビーマシンガン付きショットランサー、ビームシールドとクロスボーンヴァンガード系列機らしいものになっており、ビギナギ版、クロスボーンヴァンガード系武装と F91 の衣装を取り入れたとわかる機体になっています。漫画機動戦士クロスボーンガンダム最初のクロスでは、木星帝国との戦いの前日譚が描かれており、シーブックが狩るクロスボーンガンダム X1 ハーフクロスとザビーネが狩るビギナギナ2の戦いが繰り広げられています。ここでは両機ともにサナリーの試作兵器ハイビームブラスターを用いて決闘を行っています。また漫画クロスボーンガンダム鋼鉄の7人では、ビギナギナ2をギリガデューカースピス専用に改修した木星決戦仕様が登場しました。本機はコスモバビロニア戦争の際に鹵獲され、サナリーで保管されていたものを近代化改修した機体です。元のビギナギナ2からビームシールドが撤廃され、ギリが使い慣れたクワバーゼのスネークハンドへと換装されています。作中では5発の核弾頭ミサイルを装着したショットランサーを用いてコロニーレーザー神罰への核攻撃を試みますが、ディキトゥスとの戦闘で大破。最終的に神罰へ特攻を仕掛けて爆散しました。次に
XM07G ビギナゼラについてです。本機は漫画シルエットフォーミュラ91に登場した機体で、ビギナギナと同じくダニールスをベースに開発された汎用多目的型モビルスーツです。頭部はビギナギナに酷似したバイザー型のものが採用されていますが、背部のシェルフノズルがベスバーに換装されているほか、塗装はビギナギナ2を思わせる赤を基調としたものが施されています。なお、本機のベスバーはアナハイムエレクトロニクス社からもたらされた技術で、アナハイムエレクトロニクスの開発スタッフはサナリーのベスバーの技術を完全に解明できていなかったため、 F91 とは違って取り外して使用することができません。しかし上下2機高性のセンサーを搭載しているので、照準精度が大きく向上しています。他にもロケットモーターの追加や構造の変更により F91 をしのぐ高い機動性を獲得しています。またそんなビギナゼラにはカスタム機であるビギナゼラアインツェルカンプが存在します。こちらもシルエットフォーミュラ91に登場する機体で、ビギナゼラの量産型に特殊作戦用の追加装備を装着した機体とされています。バックパックがベルガ系と同様のシェルフノズルに換装されています。他には F92 I タイプのものに似たサブフライトシステム兼用の大型シールドを装備。ネオガンダムとの一騎打ちを想定した調整が行われているようです。最後に XM07R ビギナロナについてです。本機はゲーム G ジェネレーションスピリッツに登場したオリジナル機体で、ロナ家を護衛する親衛隊の専用機として採算度外視で開発された高性能機で、ビギナシリーズの運用データを用いて設計されています。武装もショットランサーを7連装式にしたバスターランサー、ベスバーを手持ち式に改良したバリアブルメガビームランチャーなど、高い火力を持つ武装が惜しみなく採用されました。またフェイスカバー機構も搭載されており、 F91 やクロスボーンガンダムのようにフェイスオープンが可能です。近年ガンダムシードフリーダムで登場したブラックナイトスコードカルラに似た印象を受けるデザインで、さらに生産元であるブッホ社もアコードのように先民的な思想を掲げる集団ということもあって、カルラを見て本機を思い出した方も多いのではないでしょうか。このようにブッホコンツェルンの予算を惜しまない姿勢によって、たった十数年で多くのクロスボーンヴァンガード製モビルスーツが誕生しました。しかしコスモガビロニア建国戦争がコスモガビロニアの内部分裂によって終結した後、ブッホ社がどうなったかは不明となっています。少なくとも漫画クロスボーンガンダムの時代に入ると、旧式化したゾンドゲ以外のクロスボーンヴァンガード製モビルスーツが登場していません。そのためコスモガビロニア建国戦争での敗北やサナリーの台頭もあって、クロスボーンヴァンガード製モビルスーツは衰退していったものと思われます。F91 の作中であれほど連邦製モビルスーツに対して圧倒的な優位を誇ったモビルスーツが、わずか10年ほどでその姿を消してしまったのは、何とも儚い話なのではないでしょうか。余談ですが、本動画で民生作業機であるレナンタイプとして扱ったこちらのデザイン、これは F91MSV などではベッサタイプとされています。つまりもともとはクロスボーンヴァンガード系モビルスーツの始祖の機体のデザインです。ザクの始祖である MS01 クラブマンを感じる方も多いのではないでしょうか。なのになぜ始祖の機体ではなく民生作業機のデザインという扱いに変更されたのか、一体いつ変更されたのかについて調べてみました。まずモビルスーツ大全集2013版や2015版では始祖の機体ベッサタイプと記載されています。しかし2020年刊行の新訳モビルスーツ大全集ではレナンタイプに変更されました。2018年刊行の電撃データコレクション F91 ではデザインは載っていませんが、試作機であるベッサタイプは作業用モビルスーツとして一般にも公開されていたが、実際には戦闘用モビルスーツとして転用することが決まっているとされています。つまりベッサタイプは軍用機だが、表向きは作業機レナンタイプとして一般公開されていたという設定だとわかります。2021年に刊行されたモビルスーツバイブル113号ではベッサタイプがデザイン不明で、民生作業機レナンタイプがこのデザインとされています。漫画だと2020年にガンダムエースで掲載されたガンダム F91 プリクエル第9話にて、両腕が
通常のマニピュレーターになっているデナンタイプが登場していますが、マイッツァーから目立ちすぎと指摘されているので、本作のデナンタイプとは、始祖であるデッサタイプと民生作業機であるデナンタイプの中間的なポジションだとわかります。また、2022年にガンダムエースで掲載されたガンダム F90 ファステストフォーミュラ第25話では、デナンタイプの開発の話がありますが、ここではデナンゾンの画像が写されています。そのため、本作でのデナンタイプとは、民生作業機ではなくデナンゾン系列機を指していると思われます。このように、本デザインは、もともとクロスボーンヴァンガード系モビルスーツの始祖デッサタイプとして描かれていましたが、近年では民生作業機デナンタイプとして扱われるケースが増えています。このデザインはデナンタイプじゃなくてデッサタイプだと思い入れのある方もおられると思いますし、そもそもデナンタイプという言葉が作業機ではなくデナンゾン系列機をイメージしてしまうと思うので、個人的には区別しやすくするため、民生向け作業機はデナンタイプ民生仕様とか新たに命名するのが良いと思うのですが、どうでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。